仙道秘法シリーズ第1回虚室静泊。瞑想やマインドフルネスとは現代においてストレス解消やメンタルケアの手段として語られることが大半です。しかし、果たしてそれだけが瞑想本来の全貌なのでしょうか。古の修行者たちが目指したのは単なる気休めのリラックスではありません。それは人間の脳と肉体、そして内に秘められた生体エネルギーのメカニズムをハックし、意識の限界を物理的、客観的に突破していく技術でした。なぜ目を閉じ、呼吸を整えるだけで脳波は深く沈み込み、常識を超えた変性意識の領域が開かれるのか。そして古代の文献が語る光の現象とは一体何を意味しているのか。本シリーズではふわふわしたスピリチュアルや曖昧な精神論を一切排除し、自らの肉体と意識を変容させるための論理的かつ体系的なステップを解き明かしていきます。果てしなき意識の深淵へ導く最初の扉。第1回は初期段階であり覚醒の始まりである虚室静泊のロジックに迫ります。虚室静泊の真実。仙道や東洋の修養体系において最初に直面し、そして最も重要視される概念があります。それが古代中国の文献にも記されている虚室静泊です。文字通りに捉えれば、部屋を空っぽにすればそこに自然と光が生まれるという意味になります。しかしこれを単なる言葉の比喩や観念的な心の持ちようとして解釈してしまうと、実際の修養において物理的な変化を起こすことは不可能です。仙道における虚室静泊とは抽象的な精神論などではなく、極めて具体的な神経生理学的なアプローチそのものを指しています。私たちが日常を送る中、意識の表面は常に外部からの膨大な情報にさらされています。仕事や人間関係、スマートフォンの画面から入る刺激によって脳の表面意識は絶え間なく活動を続けています。この状態は脳波で言えばベータ波が優位な状況であり、頭の中には常に雑念の嵐が吹き荒れています。この表面意識の騒がしさを根性や意志の力だけで抑え込もうとしても意味はありません。雑念を消そうと意識すればするほど、その意識自体が新たな刺激となり、脳はかえって緊張を高めてしまうからです。そこで重要になるのが、肉体の物理的な構造を利用して強制的に脳のスイッチを切り替える作業です。まず姿勢を正し、背筋をまっすぐに伸ばして座ります。そして呼吸を整え、息を細く長く吐き出していく。同時にまぶたを閉じ、眼球の動きを物理的にピタリと静止させます。人間の脳は眼球が動き、視覚情報が入り続けている間は決して休まない構造になっています。しかし眼球を完全に固定し、外部からの視覚情報を遮断すると、脳は外部世界との接触が断たれたと判断します。これにより交感神経の緊張が解け、脳波は急速にアルファ波、さらにはシータ波へと静まり返り、完全なアイドリング状態へと追い込まれていきます。これが心という名の部屋を物理的に空っぽにする虚室の状態です。肉体と脳が静まり返り、完全な暗闇と静寂が訪れた時、内部で最初の重要な変化が起こります。外部からの入力が断たれたことで、脳の視覚野や神経システムは体内の深層から発生する微小な生体エネルギーに反応し始めます。すると真っ暗であるはずのまぶたの裏にかすかな光の粒子やぼんやりとした色彩、幾何学的なパターンが突如として立ち現れてくるのです。これが静泊、すなわち空っぽになった部屋に光が生じる瞬間です。虚室静泊とは奇跡を祈る儀式ではありません。肉体と脳の条件を正しく整えることで
誰の体内でも再現可能な客観的な生理現象なのです。この静寂の中で立ち現れる光の感覚こそが次の段階へと進むための確固たる足がかりとなります。心身を静まり返らせ虚実の状態を作り出した時、私たちはまぶたの裏に現れる最初の客観的なサインを目撃することになります。しかしこのかすかな光の現出は深遠なる意識探求におけるほんの第一歩に過ぎません。次回第2回でお送りするテーマは炭鉱、そして心理学、脳科学の領域でも注目される内的光のメカニズムです。暗闇の中で立ち現れるその光は一体何を意味しているのか。それを単なる網膜の残像で終わらせず、体内の生体エネルギーである気として認知し、自在にコントロールしていくにはどのような実践が必要なのか。単なる知識にとどまらない具体的なトレーニング手法とともに次なるステップへと踏み込んでいきます。自らの内に眠るエネルギーを覚醒させるプロセスはまだ始まったばかりです。次回もどうぞお楽しみに。